今日は玉露を 5g 入れる場合にお湯の量はどれくらいにしたらいいのかを研究します。でこれが玉露ですね。今年侍茶人が揉んだ玉露なんですけども、これがね美味しいんですよ。でいつも 5g このお茶の葉を使って入れてるんですが、一体ねお湯の量がどれくらいが一番濃さ的に味的に美味しいのかっていうのをちゃんとね調べてなかったんで、今日はこれ調べたいと思うんですよ。なのでまずはですね、こちら急須に玉露を 5g 入れます。でこの方品というのはね、取ってはないのはなぜかというと、熱くないお湯を扱うから取っ手が必要ないんですよね。なので玉露とか高級煎茶とかを入れる時に使う茶器として、急須の中の一ジャンルといいますか、この方品っていうのがあるんですね。さあではこれで 5g 入りました。でお湯なんですが、1煎目はどちらもですねお湯の温度をうんと下げて、だいたい人肌くらいまで下げてですね入れたいと思います。で今熱湯をこの湯冷ましに入れたんですが、この水をね湯冷ましをした水を入れることでお湯の温度を下げています。だいたいこれ20 5ml くらいですねの量です。でこちらが 60ml、 こんな感じですね。で持って熱くないのを確認してですね、そしてどちらも 5g 玉露が入っているところに注ぎます。でしばらくですねお茶の葉っぱが開く様子を見てみましょう。でお湯が少ない方ですねは本当にもうちょうど浸かるくらいなんですよね。でこれが本来いつも普段入れている玉露の量です。なのでこれほとんど出てこないんですよね。でもう一つは、いつも煎茶で入れる量くらいのお湯の量を入れてるんですけども、もちろんですねお湯の量が少ない方がより早くその規定の濃さといいますかちょうどいい濃さになるので、量が少ないこちらの方から注ぎ出し始めたいと思います。でこれ大体ですねお茶の葉っぱが開く様子をこう見ながらですね、今くらいかなっていうのを判断しながら入れるんですが、ちょうどいい感じになってきましたね。量が少ないということは濃いということですから、できるだけですね注ぎ始めは最初は早めの方がいいと思います。そしてもう一個の方は、これはしばらくですねもうちょっと置いときましょうか。お湯の量が多いのでね、できるだけじっくりとうまみ甘みを引き出そうというふうに思っています。でお湯の温度もねそんなに高くないということは、多少長く置いていてもねそんな苦み渋みっていうのが出ないんですよ。なのでこれくらいでいいかな。いい香りですね。ではこちらの方も注ぎ始めたいと思います。若干お湯の量が多い方が若干濁りが出てると言いますか、色合いはね
どちらも同じような濃さだと思うんですが、お湯の量が少ない方がですね、より透明感がありますね。で、しっかりと最後の一滴まで注ぎます。はい、いいですね。では早速飲んでみましょう。で、量が少ない方、普段飲んでいる方から飲んでみたいと思います。口の中に入れた瞬間にね、うまみ甘みがふわっと広がって、もう今すっごい口の中が、この玉露のうまみに支配されている感じがします。で、このまま薄い方というか、お湯の量を増やした方を飲んでも多分これに引っ張られるので、ちょっとね、お湯を飲んでですね、口の中をリセットさせます。リセットした後でもね、口の中がふわっといい気持ちになってますね。ではお湯の量 60ml を使った玉露を飲んでみたいと思います。これもね、うまみがうわっときますね。ただ濃さはしっかりあるんですけども、若干お湯の量を増やした分、時間を長くした分、ちょっとね、後味に苦味的なというか渋み的なものはほんの少し感じられますね。ほんの少し。ただそれも含めてですね、すごく口の中がふわっといい感じになるっていうのは、この量が少ないのとは、一緒ですね。量が少ないのと一緒です。量が増えてもですね、お湯の量を増えても、もちろん 5g というのはたくさんの量ですから、60ml で浸出させても十分ね、うまみ甘みは引き出せます。ただ量が少ない方がよりね、ギュッと凝縮してる感じはしますね。今度はじゃあ逆に量が多い方から飲んでみます。どちらかというと普段飲んでいるお茶に近いような雰囲気はこちらの方はまだしますね。量が多いというのもそうですし、濃さも若干このお湯の量が少ないものに比べれば普段の飲んでいるお茶の濃さに近いから、普段飲んでいるお茶に近いけどもすごく苦味渋みはもうほぼ感じられず、うまみを感じれるっていう本当にいいお茶っていう印象があります。ではもう一度リセットさせて、お湯の量を少なくしたものを飲んでみます。でも本当にね、これは一言で言うと濃いって感じですね。濃いです。だからパンチがね、すごいふわっとくるので、もう多分濃さが濃いから普段飲んでるお茶と全く違うという印象を受けますね。なので玉露のそのパンチを感じようというのでしたら、お湯の量をうんと減らしてですね、5g に対して 25ml で程度ですか、のお湯の量で、ぐっと凝縮させた方がより感じますし、お茶の中でもすごくいいものだという印象を感じてもらいたいのであれば、お湯の量は増やした方がよりその比較はしやすいという感じですね。その量が少ない分パンチがあるんですけども、それは飲んだ瞬間にもう、これはちょっと厳しい、きつすぎるって思う人も出てくると思うんですよ。それに比べればお湯の量を増やした方がまだ一般受けするっていう感じがしますね。ただ玉露の真のそのパンチ力を感じようと思うんでしたら、このギュッと凝縮させたこういう味わいをですね、
ぜひとも、飲んでもらいたいっていうのはあります。面白いな。まあどちらもね、お湯の温度を下げてからちょっとじっくり出しましたけども、もっとさっと出してもいいのかもしれませんね。あまり本当に濃く出しすぎると両方ともやっぱりパンチが強く感じますから、本当に薄いお湯みたいな感じなのにっていう風な味わいにした方がいいかもしれません。うん。でもお湯の量を増やした方は本当にね、慣れてくると飲みやすいですし、全くやっぱり普段飲んでる煎茶とは違うっていうことも感じられますから、うん、これはこれで全然ありですね。全然ありですね。うわ、きついわって感じになりますね。本当にちょっとずつ飲んでいくとだんだんしんどくなってくるような気がします。なので、うん、一番最初の人はやっぱりこれかな。うん。もしかしたら玉露が好きな人にとっては玉露を濃くしてパンチをっていうふうに思うんですが、そうするとやっぱり飲んだことのない人にとってはすごくね、良くも悪くもインパクトがありすぎます。ありすぎるので、最初はお湯の量はちょっと多いめでもいいかもしれませんね。うん。でも例えば近くにですね、ちょっとこういう湯冷まししたお湯でも置いておけば、こう交互に濃いのとそれを薄めるのと濃いのと薄めるのって飲むと結構お酒的なねパンチがあるので、バーとかではですねこういう飲み方はいいと思いますね。非日常的な感じを演出するのにはぴったりです、これは。美味しい。2戦目もね飲んでみましょう。2戦目もお湯の温度は下げるんですが、1戦目でお茶の葉っぱが開いておりますので、もう本当にお湯入れたらさっと入れ始めます。蓋をして、そして注ぎ始めます。もちろんねちょっと置いた方が、よりコクは出るんですけども、僕は2戦目はねさっぱりと飲みたいのでこうさっと出すというやり方をやってます。こちらも最後の一滴まで注ぎます。2戦目は1戦目に比べて緑の色合いがうんと濃くなりましたね。ではお湯の量が多い方から飲んでみます。飲みやすい。さっぱりとしてね飲みやすいんですが、お湯の温度を低くしているのでまだうまみ甘みが後味に口の中に残るんですね。これもいいですね。ではお湯の量が少ない方の2戦目です。これはねさっぱりとして飲みやすくなりましたね。やっぱりできるだけね、2戦目以降はさっと出した方がより美味しく飲めますね。さあいかがでしたでしょうか。玉露もねお湯の量を変えると味わいっていうのはうんと変わりました。特にね飲んだことない人っていうのはあまりお湯の量を少なくしすぎると最初はびっくりしてしまうかもしれません。なので初めはですね煎茶くらいのお湯の量でちょっとお湯の温度だけはしっかり下げてですね、でさっと軽く、長く待ちすぎずにですねさっと出してほのかに甘みを感じるっていう程度の濃度感から始めると玉露は美味しく飲めると思います。でもちろんですね玉露の良さっていうのはうまみ甘み、自然が持つうまみ甘みですから、慣れてくるとですねどんどん濃いっていうのを、飲んでいただくとまたそちらもね、量が少ないけどももうパンチがバーンと口の中に広がって口の中に
この残る余韻っていうのがより鮮明になりますので、そういう飲み方っていうのもぜひしていただきたいと思います。なのでほんとね、いろんな飲み方ができるっていうのがこの玉露の楽しさです。ぜひですね、皆さんも玉露飲んでみてください。お願いします。まだチャンネル登録をしてないっていう方いらっしゃいましたら、ぜひともですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。